こんにちは。今日は裾にかけて緩やかに広がる綺麗なイメージのプルオーバーを作っていきます。作り方はあまり難しくはありません。まず四角形を2枚作って、その裾を広がるように編んでいきます。で、肩と脇を縫い合わせてプルオーバーの形にします。一つずつ工程をこなしていくと大丈夫です。よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はセリアさんのデニムラボ。カラーナンバーは5番。材質は綿とポリエステル。20g で約53メートル。使用かぎ針の目安は4から6。これを使って編んでいきます。針は7号を使います。あとはマーカーととじ針を使います。この糸の素材は綿とポリエステル。しっかりとしています。約1ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。作り方を説明します。まず基本となる四角形を2枚作って、それを縫い合わせてプルオーバーの形にします。で、このプルオーバーは途中で広がるように編んでいます。なので肩から縫い始めています。肩からスタートして裾まで。で、広がるように編むために途中で長編みの数を増やしています。これはまたここまで編んでから説明します。それとこの部分が脇の下になるんですが、この幅を少しだけ広くして作っています。これは鎖を増やすだけなので難しくはありません。これもここまで来てから説明します。で、複雑に思われるかもしれないんですが、一つずつ工程をこなしていきます。まず、この幅を決めて鎖の数を決めます。次にこの細編み。で、3つ目はこの模様編み。綺麗な模様編みになっています。4つ目は鎖を何個か編んでこの部分。5つ目はこの長編みの数を増やすところ。次に肩を縫って脇を縫います。お好みによって袖を作ります。一つ一つは難しくありません。順番に編んでいきたいと思います。まず身ごろの幅を決めて鎖の数を決めていきます。これは後ろ身ごろ。今回後ろと前の幅を変えています。後ろの方が前よりも狭くなっています。後ろから幅を決める方が決めやすいと思います。まず後ろの幅を決めます。この幅はこの部分。切るときにはこの向きになっています。で、これは肩幅と、あと肩にかけて垂れる部分。肩幅とだいぶ余裕を持って決めています。で、だいたい肩幅とこの部分は5センチから10センチぐらい。こっちにもあるので10センチから20センチプラスして作っていきます。肩幅と10センチから20センチ。ご自身の肩幅やお好みによって変わってきます。実際に鎖を編んで体に当ててみて
好みの幅にします。私はこれで48センチ。で、この模様は鎖6個でできています。で、この幅を作るのに6の倍数プラス1。6の倍数プラス1であればどんな数でも大丈夫です。好みの長さになるまで鎖を編んで、それを6の倍数プラス1に当てはめます。これは糸の太さによって変わってくるので、お好みによって6の倍数を減らしたり増やしたりします。私は48センチにするために鎖を85。これで編んでいきます。多少この幅は変わってきます。それも含めてちょっとだけ長めにする方がいいかと思います。まずこの方向に編んでいくので、鎖を編んで、細編みをスタートします。まず鎖を編んでいきます。この糸端は少し長めに残しておきます。後で肩を縫い合わせるときに使えるので、少し長めに残しておきます。だいたい50センチぐらい残しておこうかと思っています。ここからスタートします。鎖はほんの少しだけゆったりと編んでいきます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。1段目は細編みをしていきます。細編みをするので鎖を1つ。1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところに細編みをしていきます。後で縫い合わせるときに縫い合わせやすいので、裏に針を入れて細編みをしていきます。針から1、2、次もこのまま端まで細編みをしていきます。端まで編んできました。次も細編みをします。鎖1つ、裏返して鎖の根元に細編み。これで細編み1つ。次は鎖1つ。足元1つ飛ばして2つ目に細編み。これで細編み、鎖1つ、細編み。次も鎖1つ、足元2つ飛ばして細編み。次もこれで端まで編んでいきます。2段目の端まで来ました。また鎖1つと細編み。次は3段目。鎖1つと裏返して細編み、根元、
次はこの鎖の下のスペースに針を入れて細編みをします。で、次は鎖1つ。で、次の細編みを飛ばして次、この鎖の下のスペース、鎖1つ。これを繰り返していきます。これで端まで編んでいきます。3段目の端まできました。最後のスペースに細編みをした後に端の細編みに細編み、次は4段目。4段目は普通の細編みだけをしていきます。鎖1つ、裏返して細編みの上に細編み、次も細編み、次は鎖の下のスペース、細編みの上、スペース、でまた細編み、これを繰り返して端まで編んでいきます。4段目の端まで来ました。ここが最後のスペース。最後のスペースに細編み。次はこことここ。次は模様編み。この模様編みを編んでいきます。まず長編みからスタートします。少し大きめの鎖1つ、裏返して鎖の根元に長編み、普段は鎖3つで最初の長編みの代わりにするんですが、今回はこの鎖1つと長編みを端の長編みの代わりにします。で、最初少し見分けにくいのでマーカーをつけておきます。この針のすぐ下、2本の糸の下、次からこの長編み3つの覆い型、足元は2つ飛ばして3つ目、長編み、鎖、長編み、鎖、長編み、これで長編み3つの覆い型。次また長編み、足元2つ飛ばして3つ目に長編み1つ、
これを繰り返していきます。また扇形。1、2、3。これで長編み3つの扇形。1、2、3。これを繰り返していきます。次もこれを繰り返して端まで編んでいきます。模様編み1段目の端まで来ました。また足元2つ飛ばして3つ目に長編み。次は細編みだけ。鎖1つ裏返します。根元に細編み。次はこの長編みの上鎖の下のスペース、次はこの長編みの上スペース、長編みの上でまた長編みの上、ここ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 と編んでいきます。これで端まで編んでいきます。模様編み2段目の端まで来ました。最後は長編みの上に細編み。この2本の糸の下で細編み。これで2段目が終わりました。次は3段目。3段目はここと同じです。全く同じように編んでいきます。鎖、また足元2つ飛ばして3つ目、鎖、
下と模様が揃っています。で、また同じようにこれで同じように端まで編んでいきます。模様編み3段目の端まで来ました。端の細編みに最後の長編み、次は4段目。4段目は長編みだけをしていきます。また鎖1つ裏返します。根元に長編み、針を入れる場所は細編みと同じ、ここ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 、と編んでいきます。スペース、これを繰り返して端まで編んでいきます。模様編み4段目の端まで来ました。端の長編みに最後の長編み、この4段を繰り返していきます。次はこの扇形、同じように編んでいきます。長編みで、足元2つ飛ばして3つ目、これで扇形、これを足まで編んでいきます。足まで編んだら細編みで、次はまた扇形、次は長編みだけ、これを繰り返していきます。さっきも説明したんですが、今回途中でここの分広くして編んでいきます。とりあえずここまで編んでいきます。で、この長さは私は20センチ、ここからこの端まで、ここが20センチ。段数はこの模様を数えていって18段、扇の数は9個で、これは糸の太さによって変わってくるんですが、20センチよりもちょっと短いぐらいで大丈夫だと思います。私はちょうど20センチになりました。ここを繰り返してここまで編んでいきます。少し伸ばして測って20センチ編んできました。段数はここから数えて18段
最後は細編みだけになっています。この長さは20センチか少し短いぐらい。最後は細編みだけで終わるようにします。次はこの部分を編んでいきます。ここから編んでこの部分、こっちで見るとこの部分だいたい20センチ編んで、この部分を編んでいきます。今細編みが終わったところ、ここから続けて鎖を6個、1234566裏返します。で、長編みから始めます。今までと同じように少し大きな鎖を1つ、1つ戻って2つ目に長編み、かぎ針の1、2、これが端の長編み、マーカーをつけていきます。で、次から下と同じ模様を続けていきます。この次は扇形、ここに扇形を作っていきます。足元は2つ飛ばして3つ目、長編み、鎖、これで扇形ができました。足元2つ飛ばして3つ目に長編み、これで同じ模様ができました。で、さっきも見たように途中からこの長編みの数を増やします。で、このタイミングで同じように2本にしていきます。今までは1つ、これからは2つ。まずここを長編み2つにします。今1つ、同じところにもう1つ、これで1つに長編み2つ、次また扇形、でまた長編みを2つにします。1、2、3、これからはこういう感じで2つで編んでいきます。また扇形、これで端まで編んでいきます。端まで来ました。扇形と扇形の間の長編みは2つ、ここも2つ、ここも2つ、全部2つになっています。これが最後の扇形。
端の細編みに長編み、最後は長編み1つ、次は長編みだけ、同じように編んでいきます。こっちは幅を広くしないで編んでいきます。今までと同じように長編み、でここは扇形と扇形の間の長編み2つ、それぞれに長編み、でまた扇形に長編み、次の長編み2つもそれぞれに長編み、ここもそれぞれに長編み、これで端まで編んでいきます。長編みだけの段を編んできました。最後の長編みに最後の長編み、このマーカーをつけているところ、次は扇形、また長編みから始めます。裏返して根元に長編み、これからまたずっと今までと同じように編んでいきます。1、2、3、これで扇形、足元2つ飛ばして3つ目に長編み、長編みをもう一つ、この隣に長編み、ここは2つになっています。また扇形、扇と扇の間の長編みは2つ、次また2つ、ここから2つになっていて、ずっと2つで編んでいきます。2つ、このまま端まで編んでいって、次は細編みだけ、この模様が続くように編んでいきます。今編んでいるのはこの部分、ここでは長編み2つにしています。途中から長編みを3つにしていきます。そうすると広がって綺麗な形になります。で、この2本から
3本に変えるタイミングはお好みでどこでも大丈夫です。私はだいたい50センチにする場合、ここまで20センチで編んで、あと半分ぐらい。私の場合はこの部分を17センチで16段。だいたいこんな感じで編んでいこうかと思っています。ここから17センチ。もしすごく長く作る場合には、この切り替えはずっと後でも大丈夫です。お好みの位置で変えます。私はだいたいこれぐらい。ここから17センチ。16段編んで、最後が細編みだけで終わるようにします。ここと同じように次は3本にしていきます。このまましばらく編んでいきます。17センチ編んできました。最後は細編みだけになっています。私はこの間が16段。この長さはお好みで、もっと長くしても短くしても大丈夫です。私はこの17センチ。ここまではこの扇形と扇形の間が長編み2つ。ここからは長編み3つにします。3つ。ここから3つにしていきます。今までと同じように扇形を編んで、長編みから始めます。これで扇形。次はこの部分を3つにします。ここに長編み2つ。隣に長編み1つ。これで3つになりました。次また扇形。で次は3つ。これで3つ。次からも3つにして編んでいきます。で、また端まで編んでいって、次の段は長編みだけ。長編みは1つに1つずつ。同じように編んでいきます。で、これ以降は好きな長さまで。ここが袖になって、ここから好みの長さまで裾を編んでいきます。今ここぐらい続けて編んでいきます。で、これが後ろ身ごろ。同じように前身ごろも編んでいきます。で、さっきもお伝えしたように、前は後ろよりも広く作ります。はじめに説明した通りに、今回前身ごろと後ろ身ごろ、この幅を変えて作っています。後ろよりも前の方を広く作っています。この状態で縫い合わせると、
上下を逆にします。で、肩を縫い合わせるとこんな感じで余った部分が襟ぐりのカーブになります。で、この綺麗なカーブを作るために私はだいたいこれぐらい差をつけました。この模様2つ分、これで長さは約 6.5 センチぐらい、前と後ろは 6.5 センチぐらい差があります。私はこれぐらいの差で作っていきます。この差を大きくすると前は大きく開いて、少なくするとこんな感じになります。お好みで大丈夫ですが、だいたい6センチぐらいで大丈夫だと思います。で、この模様2つ分なので12鎖を増やしました。12。この模様が6でできているので6の倍数で増やします。で、最初の鎖の数が違っているだけで同じ形で編んでいきます。私の場合は後ろ身ごろ48センチ、鎖85でスタートしています。前は52センチ、鎖97でスタートしています。この鎖の数が違うだけで作り方は全く同じです。この方向も同じです。同じ部分に作っていきます。このまま好みの長さになるまで編んでいきます。前身ごろと後ろ身ごろを編んできました。私はここから測って約29センチ編んできました。で、編み始めたところ、ここから測ると49センチで、この長さはお好みの長さでストップします。実際に体に当ててみて好みの長さにします。私の場合は当ててみるとここぐらいがおへそになります。これは短めの長さになっています。お好みによってずっと長くしていってお尻が隠れるぐらいにしても可愛いと思います。お好みの長さになるまで編んでいきます。で、好みの長さになったら糸を結んで、で、次にこの部分を縫い合わせるときに使えるので、糸端をこの長さの3倍ぐらい残して切ります。で、この状態。次は肩を縫い合わせます。表と裏を確認します。この長編みだけの段、ここが表の方を表に決めます。そうするとこの細編みも表、こっちが表で、こっちは裏、こっちが表。肩を縫い合わせるときには内側を表にします。で、これが表合わせて、端と端を合わせてマーカーをつけます。こっちもで、この位置はおおよその位置に
マーカーをつけて、でここから縫っていって、大体のところでストップして、こちら側からも縫っていって、一旦ストップした状態で頭を通してみて、でイメージに合っているかを確認します。それで大丈夫だったら、ほどけないように結んで糸足を隠します。私はこのマーカーを約10センチぐらいで、細編みの数は19。これは大体でつけておきます。残していた糸を使って縫っていきます。角と角を合わせます。今手前から糸足が出ています。このまま向こうの角2本の糸の下、でもう一回同じところ、手前のこの2本の糸の下で、また向こう、これで止まりました。次から一つずつ縫い合わせていきます。またこのままマーカーの手前まで縫っていきます。マーカーのところまで縫ってから一旦ストップして頭を通してみました。もう少し狭い方がいいようだったので、細編み2つ分縫いました。これでだいたい1センチぐらい、ここは11センチで、この部分、これは後ろ身ごろ、だいたい28センチ。私は広めが好きなのでこれぐらいにしたんですが、多分もう少し狭くても大丈夫だと思います。好みの長さまで縫ったら、ここで糸を止めます。ここが最後、2回、もう1回針を通します。ここからほどけないように縫います。反対側も同じように糸端を隠します。最後に脇を縫い合わせます。今まだ内側が表の状態で、角から縫い合わせていきます。片方がこの幅を広くした方、こっちはまっすぐ、これを合わせてこの範囲で縫っていきます。
今向こう側から糸が出ています。手前はこの端の細編み、細編みと細編みを合わせます。もう一回次から長編みがあります。この長編みに2回針を通します。次も2回、次も2回、細編みの部分は1回で、また2回ずれないように縫い合わせていきます。まずここ、でまたここ、細編みは1回、でまた2回、ここまで縫い合わせていきます。端まで縫ってきました。最後はこことここ、まずでもう1回で、これでしっかりと留めてから、あとはほどけないように隠します。さっきと同じようにほどけないように糸端の始末をします。反対側も同じように縫い合わせます。両方の脇を縫い合わせました。今こんな形になっています。切るとこんな感じでとても可愛い形になります。このままで終わっても大丈夫です。この模様編みをした時にこの縁がきれいになるように編んでいるので、縁を編まなくてもこのままで大丈夫です。ただ今回私は短い袖を作ります。これも着る時にはこんな感じでとても可愛い形になります。編み方はここと同じ編み方、ここから始まって表裏表裏と編んでいきます。あまり難しくありません。このままで終わっても大丈夫です。これから
袖を作るパターンをやっていきます。これが袖ぐり。ここは脇の下に当たる部分。表を上にして、ここら辺から編んでいきます。こっちが裏、こっちが表。で、内側から編んでいきます。で、この脇の下に当たる部分、目立たないところから鎖3つ。どこでも大丈夫です。で、ここと模様を揃えた方が良さそうなので、ここから始めようと思います。で、新しい糸で結んでおきます。同じところ鎖3つで、この糸端を編みくるんで、後で糸始末が楽なようにします。で、鎖3つで、この模様と同じように編んでいくので、この扇形を編んでいきます。まず長編み1つの代わりの鎖3つ、次は扇形。さっき足元2つ飛ばして編んでいたので、ここを飛ばしてここぐらい。これは厳密でなくて大丈夫です。だいたい模様が揃うように編んでいきます。扇形、で、次はここぐらいを飛ばして、ここに長編み。大体で大丈夫です。また扇形。同じぐらいの間隔になるように扇形を編んでいきます。で、私はもう片方編んでみたんですが、こっちの扇の数と同じ間隔になるようにします。同じ扇の数ができるように一周します。扇形を編んできました。最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。次は長編みだけ。鎖3つで、この時この糸端があるので、また巻き込んで2、3で裏返して袖の外側から編んでいきます。鎖3つ編んでから隣、今までと同じ模様です。このまま長編みだけで一周します。ここまで編んできます。
長編みで1周してきました。最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。次は扇形、内側から編んでいきます。鎖3つで内側から1、2、3、同じ模様を編んでいきます。これで1周します。扇形を編んで1周してきました。最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。次は細編み、裏返して鎖1つ、根元に細編み、次は長編みの上、これで1周します。細編みで1周してきました。私はこの4周で終わるんですが、お好みでもう少し長くしても大丈夫です。で、好みの長さになったらここで糸を切ります。少し長めに糸を残して、これが最後の細編み、糸を抜きます。で、針でこれが最初の細編み、最初の細編みの隣、1、2で手前から向こう、これが最後の細編み、最後の細編みの上から針を入れます。で、下も通って裏に出して整えます。で、あとは裏でほどけないように隠します。で、行ったり来たりして反対側も同じように作ります。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。サイズを測りました。上から下まで48、横幅は広いところで70センチ、55センチ、袖は半分に折った状態で23センチ、襟ぐりは60センチ、
切る時にはもう少し広くなります。で、使った糸は 300g なんですが、糸の数は14玉になりました。最後までご視聴ありがとうございました。